はい、皆さん、宇宙です。今回もですね、検証シリーズやりたいと思います。第3弾。そちらはですね、味噌汁でございます。今までですね、トマトソース、そしてペペロンチーノをやってきたんですけれども、味噌汁も僕も知りたいことが一つありました。友達とね、飲んでる時に味噌汁夜作るんですよ、締めで。で、どうやって美味しく作れるのって言われて、どうやったら失敗しないのって言われて、味噌汁ってそんな難しくなくないって思ったんですが、その人の話を聞いていると、煮立たせちゃう、だしどうしたらいいのみたいないろんなね質問がありました。で、僕もですね、味噌汁よく好きで作るんですけど、高校生の時作った時の味噌汁を思い出してみました。そしたらね、水から作ってたんですよ。水に温めて具材入れて味噌入れる、それであれ美味しくないぞって思った記憶をなんとなく思い出しました。味噌汁ね、本当基本的なところだから皆さんなんとなくね作ってるかと思うんですが、今回水から作るのか、そしてよく言われるのが味噌を入れた後に煮立たせないよね。これでね、味噌汁を作る上で結構レシピ本とか料理の雑誌とか、あと味噌の会社さんとかのホームページで歌ってたりします。本当に味は変わるのか、そんなところも含めて検証したいと思います。では検証します。はい、ということでですね、味噌汁をですね、いろんなパターンで作っていきたいと思います。今回は3パターン。1つ目、僕はだしはですね、しっかり入れて作るんですが、お水から味噌汁を溶いて作ったパターンを作りたいと思います。僕もね、初めてね、作った頃はだしを使うなんてことを中学校、高校ので知らなかったんで、多分水で作って、あれ味噌汁美味しくねえぞってなった記憶もあるので、だし入れる方多いかと思うんですが、せっかくなんで1個に加えてみました。そして味噌汁が上手に料理できなかったみたいなポイントでよく言われるのが、味噌を入れた後に煮立たせちゃった時に香りが飛んじゃうとか、料理を普段お伝えしている上で煮立たせないようにしてくださいね、味噌汁は温めるぐらいで弱火で注いであげて食卓に出してあげてくださいねって伝えてるんですが、実際飲み比べたことはないので、せっかくなので今回で検証したいと思います。具材はですね、公平を図るために一緒です。鉄板系で持ってまいりました。豆腐、絹ですね、そして揚げで刻んであるやつをやってました。油抜きをした状態の揚げですございます。で、味噌は花丸さんの麹味噌、よくスーパーで売ってるやつですね。これで作りたいと思います。はい、続いてだしです。だしに関してはこれ鰹節だけで、特に塩分が入っているようなだしではありません。なので普通にだしパックです。ちょっと今ね、だしが2個と1個で分かれちゃったんですけれども、両方行き来しながら入れてました。なので割と僕はちょっと濃いめのだしが好きなので、1から1.5袋分ぐらいで大体2人前ぐらいは取ってるので、4人前取るときは大体僕は2袋ぐらい入れてだし強めで取ることが多いです。それに合わせてちょっとだし強で作りました。さあ、ということでじゃあ食材だけね、ちゃちゃっと切りたいと思います。切りますね。4×4 の2だから32ですね。なんとなくいきます。揚げちゃん、油抜き後揚げ入れます。で、よくですね、油抜きして味噌汁作った方がいいですかねって聞かれることも多いんですが、面倒じゃなければした方が僕は美味しいと思います。入れました。そしたらですね、味噌を溶かしていきます。今回無添加麹味噌、これはですね、それぞれ皆さんお好きな通りにやってくださいってところではあるんですが、味噌を溶くコツなんですが、スープ取りました。今回これはちょっと水しかないので水らしいですけど、ボウルに取ります。量でいうと大さじ2ぐらいでしょうかね。鍋のまま直接入れてもいいんですが、以前ですね、僕花丸さんにですねコラボ動画を撮ったことがあるんですけど、その時に教えてもらいました。鍋で混ぜるよりこういったところで一回溶いて戻した方がダマになりづらいとか、小さい範囲でよく混ぜれるのですぐ溶けるとか、いいことがあるらしいです。ちょっと今回それに僕はあれから習って混ぜることが多いんですけど、こんな感じでよく混ぜる。で、戻し入れます。で、箸とかでちょっと塞ぎながらダマが落ちないように注意して入れる。で、もう一回スープで入れる。はい、同じこと繰り返す。で、2回ぐらいあればね、大体全部溶けると思います。
あれか、ちょっと待ってよ。あ、よかった。今、何事聞いとしたって言ってですね、味噌にだし入り味噌汁だったら終わったと思ったんですよ、企画がね。よかったです。これはだしが入ってない味噌汁でした。よくね、こっちの味噌の方にだしが入ったやつがあるんでね、あれだったら、まあ確かに水のままいってもいいのかもしれない。ということでですね、お水からできたものはできました。で、今回これをね、ちょっと煮立たせちゃうと、なんだかよくわかんなくなっちゃうので、これはもう温めるだけです。放っておきます。ちっちゃい方の小鍋ちゃん、これだしで作ってますね。まあ世で言われている基本的な味噌汁の正しい作り方で作ったバージョンしましょう。味噌はい、よく混ぜます。これもね、容量は一緒です。ちょっと淡々とお味噌汁作ってますよ。はい、できました。で、これはですね、火力はもう1か2で煮立たさないように温めてる状態です。こちらも一緒。火力は3にしてます。そして最後ですね、こちら行きましょう。温めていきますよ。加熱していきます。じゃあ、条件は一緒にしましょう。なので、一回こちらで、小さじ大体、ざっくりめ分量が2ぐらい入れました。こちら溶いていきますよ。まずは味噌を溶かしました。なので今現状でいうとこれとこれはほぼ同じ状態ですね。加熱していきます。 IH8 にまずしました。沸いてきました。しっかりある程度沸かしましょう。グツグツしてきちゃったよ。はい、今ね、IH でいうと8なので中火と強火の間ぐらい。なんか家事とかしててあれっつって味噌汁煮立ってるみたいな、ちょっとブクブクになっちゃうみたいなことよくありますね。よくはないかなので気をつけていただきたいんですが、こういった状況に、なったこと皆さん一度か二度はあるんじゃないかな。どうなんでしょう。だいぶ沸騰しています。はい、こんなもんでいいでしょうかね。はい、止めました。3種類味噌汁ができました。ちょっと温めましょう。見た目は言うほど変わらないのかなっていう感じです。じゃあちょっとこの後実食してみます。ということで、できました。で、今回も宮原さんに協力いただき、検証したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、どうしようかな。左からいきましょうか。水から作りました。だしを使ってないやつですね。味噌の味はするんですけど、しょっぱいですね。しょっぱいですね。あと水なので、やっぱ旨味はあんまり感じない。味噌の汁って感じですね。味噌汁っていう料理ではなくて、味噌が入った汁っていう感じなのかなっていう仕上がりです。で、続いて真ん中です。ちゃんと作りました。丁寧に作った味噌汁です。味噌汁ですね。うまいですね。ほっとしちゃうやつですね。ちゃんとだしの香りします？そうですね。だしの味もするんで、なんかいつものちゃんとした味噌汁って感じ。味噌の香りもしっかり残ってますよね。さあ、ここからですよ。実際もグツグツに沸かしました。全然違う。香りめちゃめちゃ飛んでますね。そうですね。一番最初とはまた違うしょっぱい液体っていう感じに味噌の香りはもちろん味噌汁なんでするんですけど、やっぱ味噌汁のふわーって鼻から抜けるような香りが一切感じない。個人的に言うとめちゃくちゃ違うって感じでもしなかったですね。結構沸かしたんですけどね、そんなめちゃくちゃまずくなったよって感じは。まずくはないですね。まずくはもともと味噌汁の具材もシンプルで手順も守って作ってるのでまずくはないけど、どうなんですか。なんか丁寧に作った真ん中のやつ以外はちょっと角が立ってるようなしょっぱさが強かったなっていう印象ですね。そうですね。大丈夫ですか。おじさんが味噌汁2人で食ってる。いや、大丈夫です。今日ですね、しのさんがですね、ドラマの監修に行っておりまして。すいません。そうなんですよ。すいません、僕で。ちょっといつも来ていただいている宮原さんに協力いただいてます。これ検証シリーズをね、今後やっていきたいと思ってるんですけど、今までって僕が料理作って、しのさんが料理作って美味しいって言って、作った人が美味しいと思って作ってください、美味しいんだよみたいな、自分の中思いがあったんですよね、動画見てて。
でもなんかこういう検証系はできたらまあ2人とか3人とかでどうなのかみたいなこう言い合って、で実際見ていただいて皆さんもあそうなんだ、2人がこう言ってるから多分こんな感じなのかなみたいなところがねこう知ってもらえるといいなと思ってこういう形にしておりますので、ちょっと検証シリーズ個人的にすごい気に入ってるので今後もいろいろやりたいと思ってます。ぜひ皆さんですねこんな検証やってほしいって言ったら教えてください。ということでまとめますと、味噌汁はまず必ず出汁から作った方が美味しいです。これはもう間違いないですね。そうですね、それ間違いないです、ね、なんか高校生中学生ぐらいの時に作って味噌汁なんかうまく作れねえなっていう時の気持ちをなんとなく思い出しました。味噌汁は沸かさない方がいいってことはやっぱその通りなんだなってことが分かりました。香りがやっぱ飛んじゃいますね、香りが飛んじゃうとうまみはもちろん出汁があるから残ってるんですけど、ちょっと味が角が出る感じですよね。なんだろうんですかね、煮詰まったらもあるのかからしょっぱく感じたかもしれないですけどね。なるほど。ということでその可能性もありそうですね。なので、煮詰めると香りが飛んじゃって味もちょっと煮詰まるし、こうツンツンとしたような感じです。でも美味しいです結果。もちろんね料理をしている時に火から離れない鉄則だと思いますが、 YouTube 見てたとかして味噌汁がちょっと沸いてしまった、ちょっとブクブクって沸くぐらいだったら、そんなに影響はないよってことがなんか今回分かりました。なのであんだけねグツグツグツってやっても、こんな感じの差しかないので、ぜひね美味しく食べてほしいので沸かさないように作っていただきたいんですが、沸いちゃっても大丈夫かなっていうところでした。では皆さん今回の検証はこちらで以上でございます。ではまたね、バイバイ。